皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日紹介するのは、村田宗一郎氏が執筆したホワイトカラーの生産性はなぜ低いのか、日本型 BPR2.0 です。日本は1990年代まで目覚ましい経済成長を遂げましたが、それ以降は停滞を続けています。アメリカやドイツは日本ほど急速な成長はしていないものの、持続的に経済を伸ばしてきました。日本のホワイトカラーの生産性が低い理由は、過剰な社内業務や調整作業に時間を費やしていることです。また、働き方改革のような取り組みも効果が上がらず、改善には至っていません。この停滞を打破するには、日本企業のリーダーがホワイトカラーの労働環境を根本から見直し、業務プロセスを全体最適化する必要があります。これを日本型 BPR2.0 と呼び、今後の改革の方向性を示します。まずはじめに、本書を読んだ管理人の感想です。日本のホワイトカラーの生産性が低迷しているのは、根本的な労働環境の問題にあると感じました。頑張って働いているのに結果が出ない現状は非常に残念です。しかし、本書が提唱する日本型 BPR2.0 が実践されれば、日本の企業は大きく変わる可能性があると思います。特に経営者が全体最適を意識し、デジタル化を進めることで、日本のホワイトカラーはもっと活躍できるでしょう。それでは中身の紹介をします。最後までお付き合いください。このチャンネルでは、知識は浅く広くをテーマに、自己啓発に役に立つ情報を配信しています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ホワイトカラーの生産性が低い理由。1990年代まで日本は世界経済を牽引する勢いがありましたが、それ以降は停滞が続いています。特にホワイトカラーの生産性が低い理由は、彼らが業務の大部分をグレーゾーン業務に費やしているためです。これらの業務は直接的に顧客価値につながらず、時間の無駄が多くなっています。諸外国では、ホワイトカラーの業務に対してデジタル化が進んでおり、生産性を大幅に向上させています。働き方改革の限界。日本では働き方改革が進められましたが、結果的に多くの企業では期待された効果が得られませんでした。改革は一部の表面的な改善にとまり、根本的な問題である業務の効率化やデジタル化が進んでいません。日本型 BPR2.0 は組織全体を最適化し、ホワイトカラーが効率的に働ける環境を構築することを目指しています。デジタル化による生産性向上。1990年代後半からデジタル技術の発展がホワイトカラーの生産性に大きな変化をもたらしました。アメリカやドイツでは業務プロセスのデジタル化が進み、ホワイトカラーの作業効率が飛躍的に向上しました。日本企業でも部分的なデジタル化は進んでいますが、それが十分に活用されていません。これが
日本のホワイトカラーの生産性が向上しない大きな要因です。組織全体の最適化の重要性。ホワイトカラーの生産性向上には業務プロセスの全体最適化が不可欠です。日本では部門ごとに最適化を図る部分最適化が進んでいますが、それでは顧客に価値を提供できません。全体最適化を目指すためには、組織全体を俯瞰し、デジタル化と人材の活用をバランスよく行う必要があります。最後にまとめです。日本のホワイトカラーはグレーゾーン業務に時間を費やしている。働き方改革は表面的な改善にとどまっている。デジタル化の遅れが生産性向上を妨げている。部分最適化ではなく全体最適化が必要。日本型 BPR2.0 が改革の鍵となる。この本が気になった方は購入して本を読んでみてください。概要欄にリンクをつけておきました。このチャンネルでは知識や雑学、スキルアップにつながる情報を提供しています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。